ハンドメイドきよちゃんです。今回はこちらの毛糸で帽子を編みたいと思います。糸の詳細はこちらになります。概要欄にも載せておきます。早速作品を紹介します。こちらが今回の作品になります。こちらがリブがこのように長く下の方が8センチぐらいあってのこの模様編みになります。ここを折り曲げて被るようになります。こちらの方は折り曲げずにそのまま被るタイプになります。ここが4センチになるので、そのまま被っていく帽子になります。かぎ針編みで編みました。サイズを紹介します。こちらのリブの深い方が長さが約28センチで折り曲げて上から測ってみるとだいたい24センチぐらいの深さになります。幅は約23センチぐらい。だいたいレディースの M から L サイズ。メンズでしたら S から M の方は被れると思います。重さを測ってみたいと思います。だいたい 84g になりました。リブの部分が短い方の長さ、深さを測ります。こちらもだいたい24センチから25センチぐらいになります。幅は約23センチぐらいになりました。こちらはリブ部分が短いので重さももっと軽くなって 67g でした。一玉編んで残りが 2g 余りました。では必要なものを紹介します。作り目を編むときに必要な7号針、4.0mm の7号針と本体は 3.5mm の6号針で編んでいきます。それからマーカー3つととじ針と糸切りばさみとこちらがメジャーになります。では編み方の説明に入ります。まずラベルを取って中から糸端を出しますが、うまく出せない場合はこのように塊で出してから糸端を見つけてください。作り目は 4.0mm の7号針を使用します。このように手に糸をかけて糸を持ってくるっと回して針に糸をかけて糸を引き出します。で、糸端を引っ張って絞ってから鎖を1、2、3、4、72目編んでいきます。下のリブ部分を折り曲げるタイプを編んでいきます。鎖72目編んできました。72目編んだ長さはだいたい35センチになります。そしたら7号針を 3.5mm の6号針に変えて編んでいきます。はい。左の人差し指のテンションをこのように引っ張って輪を絞ってから編みます。立ち上がり鎖1目編みます。鎖を1目編んだら
指で押さえていた作り目の裏山をこのように針を入れて、はい、わかりますかね。立ち上がりの鎖の隣の目、ここのところ、横から見ると、裏山のポコッとしているところ、ここを拾って糸を引き抜きます。引き抜いたらマーカーをこのようにつけておきます。隣の目も引き抜きます。針に糸をかけて、このように鎖の裏をこのように針を入れて引き抜きます。2目引き抜き編みをこのようにしました。あと5目引き続き引き抜き編みをします。ここの目にマーカーをつけてもいいんですけど、すぐなのでつけずに5目引き抜きます。2、3、4、5目引き抜いたら、隣の目から5目は中長編みを編んでいきます。このように糸を引き出してから針に糸をかけて3本引き抜きます。針に糸をかけて目を拾って針に糸をかけて引き出して針に糸をかけて3本引き抜く。これで、5目中長を編んでいきます。はい、5目中長を編んだら、引き抜きをまた5目編んでいきます。交互に引き抜き5目、中長5目を5セット、50目トータルで編んでいきます。はい、編んできました。引き抜き2目、続けて引き抜き5目と中長5目を1、2、3、4、5セット編んできました。そしたら今編んだ最後の中長編みのところにマーカーをつけておきます。ここから細編み20目編みます。ここの切り替えが間違いやすいのでマーカーを入れておきます。裏山を拾って針に糸をかけて、また針に糸をかけて2本引き抜く。これが細編みになります。裏山を拾って針に糸をかけて引き出して2本引き抜く。これで2目。3目。はい、最後に来ました。これで1段目が終わって2段目に入ります。2段目からは目の向こう側の半目を拾って編んでいきます。段の始めと終わりがちょっとわかりにくくなるので、マーカーをつけながら編みたいと思います。今編み終えた最後の目の手前の半目にマーカーをつけました。立ち上がり鎖1目編んで、編み地をこのようにひっくり返すと、2段目の最初はここ、目の向こう側のこれを拾って細編みを編みます。はい。またマーカーを最初の目に入れておきます。目の向こう側半目を拾って細編みを20目編んでいきます。
このマーカーの手前のところまで編んでいきます。はい。20目編んできました。ここからは半目の中長5目と半目の引き抜き5目を5セット編んでいきます。目の向こう側半目をこのように拾って中長を編みます。1、ここマーカーつけといてください。忘れました。2、3、マーカーつけます。最初の中長の目にマーカーをつけておきます。ここマーカーをつけておかないと奇数段の時に間違ってそのまま中長編みや引き抜き編みで細編み部分を編んでしまうことがあるため、確認のためにマーカーをつけます。はい、中長5目編んだら次引き抜き5目になります。向こう側半目拾って引き抜きます。細編みを編みたくなっちゃうので、間違わないように引き抜きで5目編むようにしてください。半目向こう側を拾って引き抜き5目編みます。5目編んだら中長を5目編みます。5目編み終えたらまた引き抜きを5目という形で5セット編んでいきます。編み方を間違えないように目を数えながら今何を編んでるか確認しながら編み進めていってください。はい、中長5目引き抜き5目の5セットを編んできました。そしたら最後は引き抜き2目になります。1目は半目を拾って引き抜いて、最後の目はちゃんと目をこの鎖になってるこの目を2本拾って引き抜きます。はい。これで2段目が終わりました。そしたら3段目、この手前の半目を最初に拾うので、マーカーをつけておきます。立ち上がり鎖1目、鎖を編んで、編み地をひっくり返して、引き抜き編みを編みます。ここのマーカーをしたところに針を入れて、はい。マーカー邪魔なので取って引き抜きます。そしたらマーカーをつけてください。はい、2目引き抜きを編んで、中長5目と引き抜き5目のところに入りますが、奇数段は前段と反対の編み方になります。半目向こう側を拾って、今度は中長を編みます。2段目が引き抜き編みだったので、3段目は中長を5目編みます。3、4、5目。次は引き抜き5目になります。目の半目、向こうを拾って引き抜きます。2、3、4、5。はい、このように前段と反対の編み方で引き抜き5目編みました。今度はまた
中長を編んでいきます。1、2、はい。交互に5セット編んできました。最後、引き抜き5目になります。最後の目にマーカーをつけて、ここから細編みを20目編んでいきます。はい。向こう側半目を拾って細編み。はい。今ちょっと引き抜きと間違えそうになったんですけど、間違えないように気をつけて編んでください。はい。20目の最後、端の目はちゃんと目をこのように拾って細編みを編みます。これで3段目が終わりました。4段目の最初に拾うところをマーカーで記しておきます。はい、立ち上がり鎖1目編んで編み地をひっくり返して細編みを編みます。マーカーを外すときにこのように指で押さえておくと分かりやすいです。編んだらマーカーをつけておいてください。はい、ちゃんと目をこのように拾ってマーカーをつけておきます。20目細編みを編んできました。そしたら偶数段は前段と同じ編み方を編んでいくので、引き抜き5目から始まります。向こう側半目を拾って引き抜きます。最初の目にマーカーをつけといてください。4、5、はい、引き抜き5目編んできました。そしたら前段中長なので、中長のところは中長で編んでいきます。半目拾って中長5目編んでいきます。3、4、5、はい、このように同じように前段と同じ編み方で編んでいきます。はい、編んできました。そしたら最後2目残ってるので引き抜き2目になります。最初は半目の引き抜きで、端の目は目を拾ってちゃんと2本拾って引き抜きます。これで4段目が終わりました。この波のような模様はアーモンドステッチといって4段1模様になるので、5段目は1段目と同じ編み方になります。1段目は編み始めの段になっていたので、5段目も編み方を説明していきます。立ち上がりを編んだら、引き抜きを2目編みます。マーカーをしてあったところの目を1本拾って引き抜きます。忘れずにマーカーをつけておきます。半目拾って引き抜いて、今度は1段目と同じ編み方になるので、引き抜き編みを5目編んでいきます。奇数段は前段と反対の編み方になります。はい、5目引き抜いたら今度中長。1、2、3、4、5。はい。今度は引き抜き5目。繰り返し編んでいきます。
そしたら最後は中長5目で終わっています。ここにマーカーを入れておいてください。そしたら細編みになります。ここも半目拾って細編み20目編んでいきます。はい、最後に来ました。最後は半目ではなくてちゃんと目を拾って細編みを編みます。はい、5段目が終わりました。6段目の最初のところにマーカーをつけて、立ち上がり鎖1目編んで編み地をひっくり返して指で押さえて半目向こうを拾って細編みを編みます。マーカーをつけておきます。20目編んでいきます。6段目は2段目と同じ編み方なので、わからない方はチャプター機能を使いながら4段1模様で編んでいってください。はい、116段編み終えたところになります。だんだん手がきつくなったのか、こうカーブになっちゃってるんですけど、気にせず、一番狭いところで30センチになります。はい、深さの部分になります。幅、図回りの部分は44センチに、44センチから45センチになりました。そしたら重さを測りたいと思います。はい、74g になりました。だいたい半分弱使ったことになります。では、こちらの端の部分を閉じていこうと思います。中表に閉じていきます。中の部分が表になるように、蜂の巣みたいにへこんでる方が中になります。こちらが裏側になります。このように合わせて閉じていきます。向こう側に糸端がありますが、手前側はこの目をこのようにちゃんと拾います。こんな感じで針を入れて編んでいきます。はい。向こう側は編む時と同じように向こう側の半目を拾って閉じていきます。最初に鎖を1目編みます。そしたら手前の端の目を拾います。ちゃんと目を拾って針を入れます。向こう側は半目になります。ここマーカーをつけといた方がわかりやすいですね。はい。向こう側半目、一番隅の半目に針を入れて糸を引き抜きます。ちょっと伸びちゃってるので引っ張ってから引き抜きます。はい。2目目。向こう側半目。引き出して引き抜きます。はい。向こう側半目。引き抜きます。このように1目ずつ拾って引き抜いていきます。はい、閉じてきました。
最後の目は、半目でも、目をちゃんと拾う形でもどっちでもいいんですけど、半目拾って、はい、糸を引き出して、ここの部分、糸端部分は糸始末分だけ残して糸をカットします。はい、このように閉じられました。境目がわからないようにきれいに閉じられたと思います。そしたら最後にここの頭の上の部分を閉じていきます。表からでもいいんですけど、糸始末をそのまま裏側にするので、裏を表にして上を閉じたいと思います。はい、残った糸端で閉じていきます。30センチぐらいあればいいと思います。針に糸を通して編み地の端を拾いながら一段おきに針をこのように通して閉じていきます。正確でなくて一段おきっていうのは適当なんですけど、こんな感じで並縫いのように針を通して絞っていきます。だいたい一段おきの間隔で針を通してこのように引っ張って絞っていきます。はい、一周絞りながら針を通してきたら、両端の糸をぎゅっと引っ張ります。まだ少し開いてますので、完全に閉じるまで何周か針を通していきます。今度は反対側から刺していきます。はい、編み地にそのまま針を通す感じでいきます。だんだんね、穴が塞がっていくので、これ穴が塞がらないんじゃないかと心配するかもしれないんですけど、安心して2周3周と絞ってってください。はい、このように穴が塞がってきました。表を見てこんな感じに閉じられました。そしたら一回ここで針を抜いてしっかり絞って念のため結んでおきます。また針に糸を通して糸始末する形で一周閉じていきます。反対側の糸端はあと2、3周、この穴をしっかり閉じる形で縫い付けて糸をカットします。
はい、そしたら最後にこの編み始めと編み終わりの糸端の始末をします。表に返してこのように折り曲げるので、この糸端は表を見ながら縫い付けていきます。こちら最後に編み終えた方の糸端ですけど、最初はこの裏側のところに一回糸を通して表を見て糸始末していきます。この横に渡っている糸のところに針を入れて糸始末していきます。2、3目進んだら針を出して糸を返してまた2、3目進むという形で糸始末をしていきます。はい、反対側の編み始めの糸端ですけど、そのまま表の方に糸始末しちゃったんですけど、本体の編み終わりの最後の目のところに一回針を通してからこのように糸始末すればよかったなと思ったので修正して閉じてください。そしたら最後にスチームを全体に当てて形を整えていきます。この閉じたところもたっぷりスチームを当ててください。あと毛糸が半分余ってますので、あと 66g 残っていますので、もう一つの方も概要をご紹介します。本体を112段編んできました。幅がだいたい43センチ、42センチから43センチぐらいになりました。先ほど編んだものとだいたい同じぐらいの幅になりました。深さもだいたい25センチぐらいあります。2つ編み終えて残りの糸端がこのぐらい残っているので、これを使って閉じていきます。こちらの編み方はこのようになります。基本的に先ほどご紹介した編み方と同じですが、目数が違いますので、こちらを参考にしてお編みください。最後までご視聴ありがとうございました。